やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのインパクトレンチ TW281D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが TW281D だよ。動作確認をしていこう。こいつは動作ジャンクだ。出品者曰く異音がするそうだ。オイラもガリガリという音は確認したんだけど、普通に動いてるね。共振しているような振動があったんだけどな。あと、うまく撮影できていないけど、LED のインジケーターが一つ表示されない。とりあえず分解してみるか。分解していこう。まずはエアカバーの2箇所のネジを外す。そうするとローターを引き抜くことができる。次にハンマーケースの4箇所のネジを外す。そうするとハンマーケースを外すことができる。ハウジングはラベル側8箇所のネジで固定されている。ハウジングを開けてっと。これがインパクトレンチのレイアウトだ。覚えておこう。クッション類を外したら回路をまるっと外そう。回路をばらしていこう。ハンマーを分解してみよう。アンビルは簡単にケースから抜くことができる。軸ブレは大丈夫かな。ハンマーもインターナルギアからスポッと抜ける。各ギアに欠けはなさそうだ。優勢ギアの軸は磁石を使うと取りやすい。さて、ここまで特に異常は見られないけど、ハンマーユニットをばらしてみるか。ハンマーユニットをばらしてみよう。ハンマーユニットの分解にはギアプーラーを使用する。こんな風にプーラーをセットしてっと。お尻からプーラーを押し込んでやると、先端から2つのボールが出てくるんだけど、このボールがうまく外れてくれない。このボールはこじって外すしかないようだ。取れた。プーラーを戻してやると軸とハンマーを分けることができる。ハンマーの中には24個のボールが入っている。なくさないよう注意しよう。ハンマーの中でボールが砕けているかもと思っていたけど、異常は見当たらないな。
ハンマーユニットを組み立てるよ。ハンマーをグリスアップしてと。24個のボールをハンマーの中に入れてやる。リングとスプリングを入れてボールが重ならないよう注意する。軸もグリスアップしてと。軸をハンマーへ差し込んでやる。ギアプーラーでハンマーユニットを押し込んでやるのだけど、この時ハンマーと軸の溝がうまく合うよう調整しよう。ボールを入れるときは簡単に入るよ。ボールを入れたらプーラーを戻してと。ハンマーユニットの出来上がり。インパクトレンチを組んでいこう。今回は先に回路を組んでハウジングに収めちまおう。クッション類を復元するのを忘れずに。回路は先に全部組んでまるっとハウジングに入れてやる方がやりやすい。そしたらハンマーケースを組んでいこう。ハンマーケースはたっぷりグリスアップしてやる。アンビルもグリスアップしてケースに入れる。インターナルギアもグリスアップする。グリスアップしながら優勢ギアを組んでいこう。優勢ギアが組めたらハンマーユニットもたっぷりグリスアップする。インターナルギアは回しながらハンマーユニットへかぶせてやるとやりやすい。ハンマーケースを閉めてと。ハンマーケースをハウジングに収めていく。こんな感じだ。そしたら
ハウジングを閉めちまおう。ハウジングが閉まったらハンマーケースを閉めるよ。ローターを差し込んでっとリアカバーを閉めてやる。最後に欠品したカバーとバンパーをつけて完成。もう一度動作確認だ。問題なく動くね。オイラが確認したイオンはどこへ行ったんだろう。まあ試運転と行こうか。試運転するよ。問題なく使えるね。さあ、今回の TW281D の修理はどうだったかな。今回の修理は結局バラしてグリスアップしただけだったな。いいのか。まあいいや。それじゃあまたね。